皆さんこんにちは。今日は、久しぶりにシネマ歌舞伎を見に来ました。二人藤娘、そして日本振袖目はじめです。歌舞伎座で二人道成寺を見てから、やっぱり二人でやる破壊力素晴らしいと思いました。シネマ歌舞伎だと全国で見られます。そして、この今日東銀座の陶劇ですけども、1階に松竹の歌舞伎の衣装がいつも飾ってあります。ちょっと休むにはおすすめのところです。それではシネマ歌舞伎に行ってみましょう。レッツゴー。今シネマ歌舞伎の二人藤娘と日本振袖はじめが終わりました。いや、このシネマ歌舞伎いいですね。2014年の舞台ですけども、私は初めて見ました。結構画期的で、なんと、一番最初は玉三郎さんがじっくりと2つの演目を解説してくれます。そして、まず楽屋で玉三郎さんと志の輔さんが化粧するところから始まります。そして着物を着付けて、そしてかつらをかぶり、さあ舞台に行くという、完全に今舞台裏バックステージから描かれてます。2人がどうやって心を入れていくか。でそこからパーッと実際の舞台に行って、幕が上がる。なんか夢の舞台が広がるという形で、なかなか普通は見られないシーン、そんな場面を見られました。そして玉三郎さんは紫色の藤、そして志の輔さんは白色の藤を持って、踊ります。いや、この2人の艶やかなこと。ただ志の輔さんはどちらかというと、中性的な、ちょっと男っぽいクールさもある美しさ、そして玉三郎さんの美しさ、比較して、特にシネマ歌舞伎でぐっと寄るんで、少し分かりました。あの美しさの秘密。手とか動かす時に、例えば志の輔さんは完全に手をきちんとまっすぐ指をしてるんですけども、玉三郎さん微妙にずらしたり、最後ヒュッと動かしたりですね、こういう細かいところが実は秘密だと思います。そして扇子を仰ぐ時も志の輔さんは直線的に、玉三郎さんこうやって手首をひねりながら動きします。多分こういうところの積み重ね、空気を動かす玉三郎さんの雰囲気を出してるんだと思います。なかなか2人の艶やかなシーン、美しい姿でした。そして、鐘が鳴って、去っていく。さて次の日本振袖はじめ、これ、私歌舞伎座で、2回見ましたけども、最初玉三郎さんの解説で気づいてないことも教えてもらいました。スサノオノミコトがいますけども、岩永姫、オロチになった岩永姫、そして生贄になる稲田姫、恋の恨みも実は入ってるということで、前半非常に玉三郎さん演じる岩永姫、カメラがぐっと寄ってるんで、その表情の豊かさ、表情本当にふっと笑うところから、苦しそうな姿、そしてキーッと睨むところ、本当にその表情の変化をたっぷりと楽しんでください。途中で、大薩摩、三味線が、片足を立てて、弾く、延々と弾くソロのシーンがあります。先日亡くなった世界三大ギタリストのジェフ・ベック、若い頃好きでしたけども、今日大薩摩を聞くと、いやー、の三味線、フレットレスで微妙な音色を出す、ものすごい早弾き、これ本当にロックですごい世界に誇るべき三味線、すごい演奏だと思いました。そして、最後、山田のオロチになった、玉三郎さんですけども、実は映像ではこれはスサノオノミコトをする勘九郎さん、演技キレッキレでした。このすごい演技、勇ましい演技、迫力ある演技、これおすすめです。ぜひじっくりと見てください。
ということで、正直言って、この日本振袖はじめ、かなり舞台いっぱいを広く使うんで、今日のシネマ歌舞伎で見た方が、本当にカメラが寄って、細かいところに見えるんで、歌舞伎座とは違う良さ、正直で歌舞伎座でリアルに見るよりも良かったかもしれません。良かったです。音もいい。もちろん大向こうとか拍手とか人の熱量はないですけども、細かいところをたっぷり楽しむにはシネマ歌舞伎おすすめです。私の書き込みにも歌舞伎座にはなかなか行けない、東京じゃないから行けないというよくありますけども、このシネマ歌舞伎日本振袖はじめと二人藤娘おすすめなんで、ぜひお近くの映画館で築地歌舞伎見てください。映像の中で、舞台裏の映像も出ました。先日落語会を私が石庭でやって、まさに2人のカナダ人の落語家とスウェーデン人の落語家、舞台の袖からお互いに見る姿、なかなか舞台裏も面白いです。そして、2月の28日今度大阪で坂田三吉物語を立川篠原さんを招いてやります。話題の王将戦、その元になった坂田三吉の話、そして大阪で生まれた篠原さんが大阪の将棋指しの話を大阪の芝居小屋でやるということで楽しみです。よろしければ関西の方ぜひお越しください。ということで、実際の歌舞伎座だけじゃなくて、いろんなところから和の芸をお届けします。今日は映画館東銀座の陶劇からお届けしました。それではこれからも和の旅を続けましょう。それではまた。